DIY 壁掛けグリーンのインテリア。材料は IKEA の額縁とこちらのグリーンのみです。お部屋のアクセントになるグリーンのインテリアの作り方を紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは、パルチャンネルです。今回はこちら IKEA で購入した40センチ ×50 センチのこの少し大きめの額縁なんですけれども、写真とかポスターとか絵とかイラストとか入れるような普通の額縁なんですが、こちらにこの IKEA で購入したグリーン、フェイクグリーンをこういうイメージですかね、つけてインテリア、壁掛けのインテリアを作っていきたいと思います。ライブ配信でもお見せしたんですけれども、あそこの壁が少し寂しいので、こういったグリーンを少し入れたらいいんじゃないかなと思い、インテリア作っていこうかなと思います。こんな感じですかね、イメージ的には。少し重ねてというか、ここはカットして額の中に収めるというイメージで早速開けていきたいと思います。今回使用するのはこちらの額縁とこの葉っぱのようなもの、こちらが、フェイカというものでした。開けることができました。これとっても便利なんですよね。もうこういったシートタイプになっていて、ここでカットして好きな大きさに、本当はカットしないものだとは思うんですけれども、調節できるものですね。でこちらは普通に裏面ここをピッピッピッとこの金具の部分を上に持ってきて外せるというタイプの額縁です。ちょっと外してみましょうか。こちらの爪を上に折り曲げて全部外しました。上に折り曲げてこういった感じで取り外します。こういう状態ですね。この板と紙とこういう裏にかけるのがついて挟み込むタイプのものです。今回どうやってこの葉っぱを取り付けようかなと思ったんですが、いろいろ考えた結果、これだけの材料で作れるなら作ろうかなと思います。この中に入っていた白い紙も使って、こっちのこれですね、裏面これと、あとは額縁だけでちょっとアレンジしたいと思います。この紙の上にこれをこのくらいの大きさで、カットして入れて、これが付属品で入っていたプラスチックなんですけれども、アクリル板じゃないので、もしかしてカッターでこういう感じで剥がせるんですけれども、カッターで切れるんじゃないかなと思うので、ちょっとこれは上から載せないですけど、ここをカットして、額縁に入れたいというイメージでちょっとやってみたいと思います。でこれ実はなんと気づいてなかったんですけど、便利なことに接続部分がついてるんですね。パーツ同士をここで組み合わせることができるんですよ。なので、ここでカットしようと思ってたんですが、このついているここをまず接続して端をカットしようかなと思います。デザインを決めて、私はこの葉っぱをここに持っていきたいので、こことここを接続することにいたしました。そうですね、見えるかな。ここに接続部分があるので、8はめていきます。こういう状態ですね。でここの部分もくっつけていきます。で最後のここですね、カチッとくっつけたら、はい、くっつきました。とっても接続も簡単で良かったかなと思います。そしたら端をカットしていきましょう。それではこの2列目のところ、ここのラインに沿って、ハサミを入れていきたいと思います。ここはお好みで、縦一直線にいっぱいに入れてもいいと思いますが、私は周りを少し、ホワイトにしたいので、ちょうど
2列目のところでハサミを入れていきたいと思います。便利ですよね。ガイドラインがついているという感じです。それでは葉っぱを切らないように気をつけながら、線の内側をカットしていきたいと思います。はい緊張しますね。大丈夫かな。カットしちゃうところでしたので、ここを気をつけながら、葉っぱを見ながらカットしていきます。はい、カットできました。後でちょっと微調整して、もう少しカットしてもいいかなと思います。ここのちょっと調整しながら、ここはいらないかもしれないですね。カットしちゃいましょうか。ここ切っちゃいましょう。カットできました。理想的な仕上がりです。私の中では少しホワイトのところに葉っぱが入るくらいのイメージで、ちょんちょんちょんと出ているくらい、これでいきたいと思います。それでは先にこのカットするプラスチックのプラ板をセットして、印だけつけておこうと思います。こういったのがあるととっても便利ですね。可愛くはないんですけどねで、この辺りに合わせて、この四隅に点を打っておきたいと思います。で、少し内側に入れておこうかな。ちゃんと印をつけておきます。で、ここに1,2,3,4と点を打ったので、これで線を引いておきます。こちらなんですけれども、ホチキスで留められるのではないかと思い、留めてみたいと思います。下の台紙、それから白い紙、この葉っぱを取り付けたいと思います。この時に台紙の方はつけたい向き、壁にかけたい向きがあると思うので、注意して、私はこっちが上にしたいので、ここに金具があるように設定しました。ではバランスを見てつけていきたいと思います。この台紙をぴったり合わせて決めます。この辺位置が決まったら、このホチキスをこう広げて、ここでガシッと留めていきます。それではまずは四隅から、ホチキスの芯が見えないように葉っぱの裏に隠れるところを探して留めたいと思います。いけるかな。止まってる大丈夫そうですね。これでいきたいと思います。こういう感じでガシッと留めます。葉っぱの裏に隠れてるので大丈夫かなと思います。今四隅を留め終わったところです。こういう感じでちょうど葉っぱに隠れるところに、ホチキスをつけていきました。ここですね。こういう感じで、こういったペンチや硬いものでこう上からクッと押し込んでいきます。で、ここはちょっと縫ってしまってますよね。そういった場合も簡単にホチキスを取る要領でやり直すことができます。見ましたね。少し持ち上げて、ペンチでピッと引っ張ると取れます。ここにここにありましたねここにさっき取れた、ホチキスがあって、こういう感じでやり直すことができます。四隅を留めておきました。心配なところはバシバシ留めていって大丈夫だと思います。そしたら四隅と、あとここの端の真ん中ですね、縦の真ん中のところ留めて、ここも隠れてるこの辺りですかね、ここをめがけてグッとして、
真ん中の部分、中央あたりも留めたいと思います。こことこことここと、お好きなところ、隠れてるところ、これもうバシバシやって大丈夫そうですね。はい、落っこちなければいいかなと思いますので、本当はタッカーホチキスよりも少し大きめのものがあるんですけど、タッカーなんかがあったらすごくいいんじゃないかなと思いました。この葉っぱの裏の、はい、ではしっかりくっついているのかどうか見てみたいと思います。大丈夫そうですね。全然問題ないと思います。裏面なんですけれども、少し裏までは届かなかったので、ちょっと出てる部分とかもあるので、裏からペンチを使って、針を折り曲げてあげるか、こういう感じですね。しっかり締められるところは締めて、このちょっとちょんちょんちょんと開いてるところがホチキスの芯のところなんですけれども、ここだけちょっと気をつけてください。はい、それでは、このプラ板をカットしていきたいと思います。段ボールの上でちょっと大きい台紙といいますか、マットがないので段ボールの上でカットしていきたいと思います。ここに合わせて、これが一番失敗できない作業かなと思います。いきたいと思います。多分何回かやればカットできるんじゃないかなと思ってます。何回も繰り返し、線を入れていけば。作業するときカッターは本当に気をつけてください。はい、切り込み入ってますね。ということで、なんとか全部に切り込みを入れることができました。で、ちょっと外していきたいと思います。少し結構かなり大変だったんですけれども、でここ割れてしまったんですよね。ショックです。もうこれ大丈夫かなと思いながら、はい、こんな感じで、ここはちょっとピーッとで、これ怪我だけしないように気をつけてください。取れました。はい、こんな感じで周りのクリアの部分だけできました。ここがちょっとショックですね。なので取り外す時に力加えないように全部切り込みが入るまでカッターでカットしたらいいんじゃないかなと思います。ではこれフィルムがついてるので剥がしていきます。ちょっと気をつけて、これだけこういう感じで剥がれるので、ピーッと剥がしていきます。こここれ両面あるので裏面も剥がしておきます。それではこの上にこうやってプラ板をかぶせるんですが、その前にこういった出っ張りの部分、こっちの平らなところはいいんですけれども、こういったところをカットしておきます。ちょこちょこあるんですよね。あとはここですね、この辺りのこれを少しカットしておきます。それでは向きを確認しながら、入れていきたいと思います。まずは、プラ板から、はい、そしたら、こちらカットし終わったこっちが下でしたよね。デザインした方を下に向けてかぶせていきます。
と持ち上げながら、よいしょ。で葉っぱを出してですね。あ、いい感じですね。出るかな。はい、なんとか収まってくれたので、ひっくり返してこの爪を折っていきたいと思います。よいしょ。ですね。これを戻して、よいしょ。はい、爪をすべて元に戻して、出来上がりました。よいしょ。なんとか形になりましたね。しっかりくっついていますので大丈夫かなと思います。で、この細かいところ、割れてしまったところなんですが、ちょうど葉っぱで隠れて遠目からだと目立たないので、今回はこれでよしとしましょう。はい、それでは早速壁にかけて見てみたいと思います。はい、出来上がりです。壁にかけるとこういう感じでしっかりくっついていますし、細かいところは遠目からだとはわからないのでいいかなと思います。全体的にもちょうどグリーンが欲しかったなというところなので、私的には大満足です。はい、お疲れ様でした。ということで今回壁掛けインテリア、無事なんとか作ることができました。カッターでプラバンカットするところだけがちょっと大変でしたので、あと怪我だけしないように気をつけてください。今回はこの壁にかけた時にインパクトもあったし、グリーンが欲しかったので私的には大満足です。あとはこの額縁に入っているものすべてと葉っぱ、それからお家にある、定規、カッター、ホチキスだけで作ることができますので、簡単にできるおしゃれな壁掛けインテリアが出来上がったかなと思います。よかったら作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ライブ配信もしておりますので、よかったら、登録して通知を取って一緒におしゃべりしましょう。それから Twitter、Instagram、TikTok もありますので、よろしければ好きなところから覗いてみてください。それでは